今回は、スモールブロックシェビーのインテークマニフォールドの交換について、オイル漏れしにくいやり方っていうのがちょっと僕なりの、オリジナルでもあるんですけども、それをご紹介したいと思います。そして今回使う、インテークマニフォールド、これが、エーデルブロックパフォーマー EPS ですね。ブラックパウダーコートフィニッシュっていうちょっとこう渋い強そうなかっこいいやつです。これをつけていきたいと思います。今回使うものなんですけども、こちらまず最初にパーマテックスウルトラブラック RTV この液体ガスケットを使っていきたいと思います。そしてガスケットです。これガスケットがですね、一応フェルプロの、パフォーマンスシリーズっていうものがあります。これはですね、ちょっとこういうラッピングになってるんですけども、こうやって中が透けて見えるようなこういう梱包されてるものがパフォーマンスシリーズってなりまして、ちょっと仕様が違います。これは一般的に、ノーマルポートに使うようなものなんですけども、こっちのちょっとこう黒いやつとかこういうのになりますと、少しここのポートが大きくなってたりですとか、あとこういったところこうシール材がついてたりとかするようなちょっとこうグレードのいいやつになってます。ただ今回はノーマルポートなので、こちらの方を使っていきたいと思います。ガスケット開けてみました。開けてみるとこんな感じです。まずこちらですね、これ間に鉄板が入ってます。それで結構硬いものです。ですからこういったところが広がるとかっていうこともないようなもので、今回ちょっとお伝えしたいのがここの部分ですね。このコルクの要するにブロックの前と後ろです。そこのところにつくところなんですけども、ここでちょっとしたやり方がありますので、それをご紹介します。今日は新品ブロックでやります。それでまずはじめに十分パーツクリーナーで十分な脱脂をお願いします。新品でもこんなに汚れてます。で脱脂ですね。油っ気はしっかりと取り除いてください。そしてここの角の部分ですね、ここのところを特にこう拭いていただいて、できればワイヤーブラシ等を使っていただいて、この角を念入りに脱脂してください。ワイヤーブラシをかけましたらば、さらにここの角を念入りにお願いします。一番の注意点っていうのはやはりこのインテークマニフォールドの、前後に当たる部分ですね。ここのところからよくオイル漏れを始めてしまうと思うんですけども、特にここの角も重視してください。そしてこのコルクの部分ですね、これを一度乗せていただきます。それでぴったりなのかどうか、たまにちょっと長すぎるとしましたらば、ハサミでカットして長さを合わせてください。ただこれが短すぎてしまうとダメなので、できればちょっとテンションがかかるぐらい、こんな感じにしてください。このインテークマニフォールドの後ろの方に関しましてはちょっと長いようです。ちょっと長いので、これはハサミでカットします。そしてカットして、これでぴったりのサイズです。ここをちょっと切りすぎないように注意をお願いします。次にこの RTV を塗っていきます。この角ポイントです。この角はですね、押し込むようにつけてください。押し付けて出す。そしてここにうっすらと塗ります。とうっすらですね。とこちらのコルクですね、これを貼り付けていきます。
よくこれ捨てちゃってる方とかいらっしゃいますけども、実はこれ使った方がいいんですね。昔はこれ裏側に両面テープとかついてたんですけども、なんか最近ついてないみたいなので、このような感じでやっていきます。後ろもですね、同じように内側から押し込む、そしてこの角に押し込むような感じです。あとはうっすらで大丈夫です。うっすら塗っていただいてですね。そして角から押し付けます。バルブカバーがあると当たるので外しました。そして今度はインテークを乗せて、これをですね圧着をします。インテークを乗せてこのコルクの部分を圧着します。これは、いわゆる、根押しです。これでだいたいそうですね、本当は5、6時間置いていただいた方がいいと思います。はい、時間が経ちましたので、インテークマニフォールドを外します。そうしますとこちらのコルクですね、これがもうしっかりと接着されてついております。これで、インテークをつけていきたいと思います。ここの角ですね、ここはもう皆さんこういうふうにつけてるのは分かります。ただ押し付ける、そしてここも押し付ける感じですね。こんなふうにやっていただきます。そして次にですね、ここにみんなビーッと塗るんですけども、それがですね、実はこちらのインコースを狙っていただきたいんです。このように、インコースですね。そして後ろも同じようにですね、まずはこすりつけるように入れ込んでください。そしてこちらもこすりつけるように入れ込みます。そしてこちらインコースを狙っていきます。できる限り内側、はい、内側入りました。なぜ内側なのかっていうことなんですけども、これでインテークマニフォールドがビタッと乗っかった時に、はみ出すっていうのがあります。でこれを内側にあえてはみ出させるんです。そうすることによって内側にはみ出たものが今度返しになって、エンジンの内圧がかかったところでも外に出ないようになるんですね。これは結構ハイパフォーマンスカーとかそういったものでテストもしましたけども、まずオイル漏れ出てこなかったです。これはちょっと自信がありますので。そして次、インテークガスケット、これつけます。これちょっとそのまんまいかないようにしてください。というのはですね、こちらの裏側の方、このウォータージャケットですね、ここの水回りのところだけは、塗っといた方がいいと思います。これはあえてこちらのガスケット側の方にですね、この水回りのところにだけ塗っていただきたいんですけども、こんな感じですね。ここもちょっとちらっとこう塗っといていただいた方がいいと思います。そしてこれをですね、まずここにベタッとここの液体ガスケットにこう食い込ます感じでお願いします。そして、反対側ですね、そちらの方もベチャッと食い込ます。そしてこっちも食い込ます。やはりウォータージャケットの部分ですね、そこに塗っていきます。
うっすらで結構です。あとここの角ですね、この角は持ってください。そしてちらっとこんな感じです。角に乗ってちらっとですね。そして液体ガスケットを塗っていただきましたら、だいたい15分ぐらいちょっとそのまま置いといてください。でその間に次にインテークマニフォールドのボルトに RTV をつけたいと思います。そして待ってる間、このインテークボルトです。そこのところにも液体ガスケットをつけてください。そしてちょっと指でこうくるっと伸ばして、こんな感じですね。これをですね、全部並べておきます。インテークボルトになぜ RTV を塗るかって言いますと、ここの部分ですね、このネジの部分、ここは水が通るところですので、このウォータージャケットとこれ貫通してます。でここからじわっと水が出たりとかしますので、防水処理として、RTV を全部塗っていきます。でここの真ん中はですね、これ中と貫通してますので、ここからまたオイルがにじんできたりとかしますので、そこら辺を注意してください。あとですね、今回はこの水回りのところだけをRTV 打ってますけども、例えば、ハイコンプエンジンですとか、内圧が非常に高い車、特にスーパーチャージャーつけてたりとか、あとナイトラスとかそういったものを使う場合は、ここもできればこうぐるっとこう一周うっすら塗っといた方がいいと思います。結構内圧が高いんで、そこからブチブチブチってなんか出てきたりとかする時もありますので、普通に、NA ですね、 NA エンジンの場合はこれでいいと思います。そしてインテークマニフォールドを乗せていきます。その時まっすぐにですね、いってください。あとインテークマニフォールドの面の方もきれいにできれば脱脂しといてください。でつきました。そしてインテークボルトを留めていきます。ネジが入りましたらば、最初にラチェットで、簡単にキュッと、本当にキュッとでいいと思います。インテークマニフォールドの、締め付け順序はこちらのこの絵のようになります。やはりこれもですね、のの字を描くようなイメージで順番で、マニュアルでの指定のトルクが25フィートポンドでした。ですから最初に、15フィートポンドから始めたいと思います。まず1番から、はい、15フィートポンド、全部終わりました。次25フィートポンドいきます。本締めです。トルクレンチ使う時なんですけども、できる限りエクステンションは短い方がいいと思います。どうしてもちょっとねじれができるので。で2番いきます。はい、そして終わりました。そしたらですね、この一番最初に締めたこの4本必ず緩みます。そしてここだけもう一回締め直してください。ここ絶対緩んでますので、こう締まるんですね。他はやらないようにしてください。これで全部組み付けが終わりました。組み上がったところを、チェックしたいと思います。まずはウォータージャケットの部分ですね。こう微妙に出てるっていう感じで、仕上がり自体は綺麗だと思います。やっぱり綺麗に作るっていうことを意識していきたいと思ってます。そしてフロントはちょっと液体ガスケットがはみ出てる感じですね。それでこれは後で乾いてからカッターなんかで綺麗に切り取っても全然大丈夫です。特にオイル漏れは問題ありません。それというのも、中に返しができてるからです。後ろの方を見ますと、
こんな感じです。そしてここから実際どのぐらい返しができてるかっていうのが分かるんです。この手すびの穴ですね。このような感じでフロント側も返しができてます。ですからここが綺麗に後でカッターで処理ができます。あとは水回りとかも見ていただきますと、こういうふうにしっかりと RTV がくっついていて安心です。これで安心して、アクセル踏めると思いますので楽しんでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆様のお役に立てれば嬉しいです。ありがとうございます。